皆さんこんにちは、ななみです。今回は古い家の雰囲気を残しながら落ち着いて過ごせるベッドルームを目指して DIY しました。ずっと中途半端だったこの寝室がついに完成したので、そのメイクオーバーの様子を皆さんにお届けします。ぜひ最後までご覧ください。まず最初に行ったのは家具の買い替えです。もともとは IKEA のドレッサーを使っていましたが、今回目指すスタイルがイングリッシュコテージだったので、アンティーク調の家具に変更しました。IKEA のドレッサーは子供部屋で再利用しています。こちらの新しいドレッサーは Facebook マーケットプレイスで$200で購入しました。このナイトスタンドを買った時はまだリクイッドウッドというものを知らなくて、最初はヤスリで塗料を全部削り落としてからステインを塗る予定だったんです。でも実はこの家具表面がベニヤ板で仕上げられていて、削りすぎると下の繊維板が出てきてしまうので結構難しい DIY になりそうでした。ところがこのリクイッドウッドはそのまま上から塗るだけで OK ということで、誰でも簡単に挑戦できる DIY だと思います。このリクイッドウッドの中にはリサイクルされた木材の繊維が混ざっています。なので下地として塗る時も木目の流れを意識しながら塗ることで、乾いた時により木材に近い仕上がりが生まれます。このナイトスタンドはもともと色が濃かったので、しっかりコーティングされるまで何度か塗り重ねていきます。3回塗り終わりました。で、今からステインを使って色付けをしていくところです。今回はこのね、他にもいろいろなプロジェクトに使おうと思って3色買ったんですけれども、ピクルドオーク、ダークピカン、ダークオーク、このね3種類を買ったんですけれども、まずはこのダークピカンから試してみたいと思います。これでね、ちょっと横のねあんまり見えないところでちょっと試し塗りをして決めていこうと思います。やっぱりこうやって見るとダークオークだとちょっと暗すぎなので、こっちかな。はい、それでは塗っていきたいと思います。こんな感じになってるんですが、下地が塗れたら次はステインです。ブラシや木目用のスタンプを使い分けることで様々な木材の仕上がりを再現することができます。まずはローラーを使ってステインを均一に塗り伸ばしてから、その後ブラシを使って木目の流れを作っていきます。ちなみにこちらが木目スタンプになります。ステインを塗った後にブラシの代わりに使うことで木の木目をつけることができるんです。今回一応買ったんですが使えませんでした。どうですか？まだ一度目を塗り終えたところなんですけれども、すでに木材の感じが出てきてますよね。乾く前に2回目のコーティングをするとこの木目が台無しになるので、今それを学びました。ということで今回いい感じに仕上がるまで3回塗り重ねました。最後にステインが足りなくなってしまって側面が3回塗れていない場所があります。私たちの場合側面は壁で隠れてしまうのでよしとしました。こちらはトップコートになります。マットの仕上がりを選びました。これを塗ることで表面を保護できますので、はい、トップコートを塗って完成となります。
はい、それではトップコートを塗り終えたので金具をつけていこうと思います。今回金具は新しく Amazon で購入しました。ブラス素材のものです。目指すお部屋のデザインがイングリッシュコテージ風なのでゴールドブラス素材で統一しています。他の部屋がすべてシルバーなので気分転換にアレンジしてみました。ここで金具のサイズが合わずトニーに助けてもらっているところです。本当に彼は頼りになります。ということで全ての金具が付け終わりました。いかがでしょうか。たった一つの金具でも雰囲気がぐっと変わりますよね。10ドルで買ったジェネリックなナイトスタンドもいい感じに仕上がりました。最後に元の位置に戻してナイトスタンド DIY 完了です。オーダーしてたステイングラスがやっと到着しました。本当にね、すごい可愛いんですよ。こちら窓のサイズにぴったり合うものが見つからず、地元のアーティストさんにオーダーメイドで作ってもらいました。写真も何枚か送ってアンティークな感じにしてほしいと伝えたところ、このデザインで作ってくれました。まずステンドグラスのサイズが窓より一回り小さいので、その隙間を埋めるために薄くカットした木材を設置していきます。この窓は左右で縦幅が少し異なるため、ぴったり合うまでヤスリで丁寧にサンディングしました。次にアンティークスクリューと呼ばれるひし形の留め金を使ってステンドグラスをしっかり固定していきます。この金具は片方の尖った部分を窓枠の木に埋め込み、もう片方の尖った部分でガラスを支える仕組みになっています。この留め金を使ってステンドグラスを固定する方法は現在ではあまり使われていないようで、ホームセンターでもこのアンティークスクリューは見つかりませんでした。ということで今回はトニーのお父さんのガレージに眠っていた本当にアンティークのものを譲り受けて使っています。And clean, and we'll caulk it, and then the bottom we're going to have the nails. I'll use the nails.裏面にもしっかりアンティークスクリューをはめ込んでいきます。しっかりと固定できたら最後に透明のコーキング剤で縁を補強して完成です。ということでこちらのステイングラスの取り付け作業も完了しました。いかがでしょうか。私たちのお家は築123年なんですが、そのうちにぴったりのステインドグラスを迎え入れることができたなと思います。こちらの絵はですね、ドレッサーの上に飾るように買ってきたんですが、Facebook のマーケットプレイスで20ドルで購入しました。で、こちらの絵はですね、ピーター・ベルさんが、描かれたカプリビスタっていうものがオリジナルであるんですが、それを反転してちょっとアレンジを加えた感じのもので、どなたが描かれたのかわからないんですけど、実際に見てみると油絵で描かれてるんですよ。なのでプリントされた絵よりも実際にこうテクスチャーがあるのが気に入って購入しました。こちらの絵にはフレームがないので今からトニーに作ってもらうんですが、こちらがですね、多くの材木になります。こちらは、トニーがベッドフレームを自分で作ろうとして余った木材がずっとガラージにあったので、それを使うことにしました。これはね、本当に多くでいい品質のものなので、これをですね4つに今から切っていって、この厚さを使ってですね、ここに合わせて、フローティングフレームっていう形のデザインのフレームを作っていこうと思います。はい、ということでそれでは早速始めていきたいと思います。まずは後ろの土台となる枠組みを作っていきます。こちらはキャンバスと壁の間で隠れて見えないものなので、オーク材ではなく余った安いものを使っています。こんな感じで厚みのあるフローティングフレームが完成したかと思いきや、実は土台の木の厚さを寸法に入れ忘れてまして、こちらはボツになりました。ということで余った木材を使ってもう一度作り直しています。最終的にできたフレームはこちらよりだいぶ薄くなってしまいましたが、しょうがないですね。完成したフレームをキャンバスにスクリューで留めて完成となります。
right there on the threshold. Okay.ワイヤーもしっかりつけてくれました。Thank you, Tony. どういたしまして。There. Yay! Official. ということで無事取り付け完了しました。ドレッサーの上も片付けて飾り付けをしていきます。このフルーツはですね、デザレットインダストリーズで買ってきたものなんですが、ずっと違う入れ物に入ってたんですが、今回は、ホビーロビーで買ってきたこちらの器に入れ替えまして、はい、この真ん中に置きたいと思います。はい、でこちらもですね、ホビーロビーでまた買ってきました。でこのキャンドルを消すものは Amazon ですね。これをここのね端っこに置きたいと思います。でこれもともと持ってた枝なんですけれども、こちら新しくホームグッズで買ってきた瓶に入れ直しました。それをね、はい、この端に置いて飾りたいと思います。はい、こんな感じで、はい、完成したと思います。どうでしょう。はい、これがいらない。早速最終の仕上げをしていこうかと思います。まずはですね、このボロボロの布団掛けというかブランケット、はい、まずはベッドから変えていきたいと思います。これですね、ホームグッズで買ってきた、カバーを使っていきます。もっとクッションです。はい、こちらもホームグッズで買ってきました。まだありますまだクッションがあります。これを下に引きたいと思います。これでまずは次に小さい枕、で、はい、これでいいと思います。最後にホームグッズで買ってきたのがこのブランケットになります。これをですね、ベッドのアクセントとして置きたいと思います。ちょうど長さが足りないまあいいでしょう。いい感じになったと思います。続いてはアンティークショップと私が大好きなリサイクルストアデザレントインダストリーズで買ってきた壁飾りの購入品をご紹介したいと思います。壁掛けになります。こんな感じで木みたいなんですけど、後ろを見てみるとね、ほら木じゃないのが分かりますよね。まあ質感、色合いといい、はい、コテージのような感じにしたかったので、まあ合ってるなと思って買いました。こちらがもう一つデザインです。次にアンティークショップで買ってきたこれですね。はい、これは壁につけるスコーンと呼ばれるもので、ここにろうそくを立てていきます。ヴィンテージブラススコーンです。はい、ここにこうやってろうそくを立てて壁につける感じになってます。はい、
絵をですねいろいろ買ってきたんですけど、これはもともと DI で買って持ってたものなんですよ。フレームの色合いが合うかなと思ってちょっとこちらに一応持ってきました。はい、次がこれですね。はい、こんな感じでなっています。こちらもはいアンティークショップで買ってきました。アンティークショップのいいところは掘り出し物がたくさんあるので DI みたいに毎回通わなくてもですね必ずいいものが見つかるっていうことなんですが、その代わりにちょっと割高になっています。これはね21ドルでした。はい、そしてこれですね。はい、これもねフレームなんかは DI とかですぐ見つかるんですけど、中身ですよね。中身がねもうすでに可愛いものを入れてくれてるので、はい、今回買いました。最後にこれ、はい、こんな感じで、はい、このね、デザインを飾っていこうと思います。あともう一つ、これは壁に飾ってここにねなんか物を置くものなんですけれども、これと一緒に飾ったら可愛いんじゃないかと思って買ってきました。はい、それでは早速つけていきたいと思います。There you go. Solid. Maybe this one. Let's put that one first and build everything around it. Yeah. Not going anywhere. Looks nice. It's old school. Okay. Looks good. Take a look at it. I noticed. Ta-da! Looks nice. And I want to はい、 look. いい感じになってきたと思います。 Look. それでですね、こちらのドアもこの前はなかったんですがつけてもらいました。ここにモールディングっていうんですがフレームがついていないのですが、ここにね穴がまだ開いているので、ここはちょっとまだ終わってないんですが、一応ドアだけはつきました。今ねこのチャイナハッチ、はい、の中に入ってたおばあちゃんの置物、これがちょうど合うんじゃないかと思って。どうですか？合うかな？これ今 USB-C とか USB のポートがあるのがタンスの後ろに隠れるのがもったいないって言ってるので、トニーがこれを外しそうです。So we found a lot of these things in this house. Something to trick an inspector. They take a little device, it's your little yellow device, and they plug it in, and it tests to see if the outlet is grounded. But what is really bad is the people who own the house prior took this wire and connected it to the ground to trick those devices. So they were doing something really bad, shady. You're supposed to have ground, simple ground to ground, so the green. But they tricked it. For some lazy reason they did that. I don't know why they did that, but it's a fire hazard. It's a problem. You have no way to ground out. ということで無事交換し終わってこんな感じになりました。
はい、ということでついに完成しましたので簡単に、ベッドルームのツアーをしていきたいと思います。いかがでしょうか。抹茶さんがお迎えしてくれていますが、全体的にかなり良くなったのではないでしょうか。ナイトランプはゲストルームにあった IKEA のものと入れ替えました。そしてカーテンをもう少しコテージ風の柄物に変えられたら完璧だなと思うんですが、カーテンって意外に高いんですよね。ということで将来買い替えるか、自分で作ってもいいかななんて思っています。こちらのドレッサーもいい味を出してくれていると思います。そして椅子の上にはさっきの余った絵を飾りました。それから20ドルで購入した絵もフレームを作って飾るだけでお部屋の雰囲気がぐっと良くなりました。ベッドルーム側から見るステンドグラスもとてもいい感じです。そしてこちらのナイトスタンドも真っ黒だったものが温かみのあるアンティーク風に生まれ変わりました。ということでベッドルームのメイクオーバーが無事完成しました。トニーともこれでお客さんが来てもドア開けっぱなしでも恥ずかしくないねなんて話していました。最後にこちらがメイクオーバーの前のベッドルームになります。すごい変わりようですよね。はい、ということでこの動画が気に入っていただけましたら高評価をぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ななみでした。トニーでした。バイバイ。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。